いよいよこの季節がやってまいりました。おはようございます。エブリィを久しぶりにいじってみた動画でございます。10月も過ぎまして、今年も残り2ヶ月、11月と12月残り2ヶ月となってまいりました。北海道ね、来週ぐらいから雪降るみたいですよ、平野部で。なのでもうぼちぼちタイヤ交換の時期じゃないかなということで、タイヤ交換をいたしました。ちょっとね、前の動画見ていただいたらわかると思うんですけれども、腰がやばい状態でございまして、どうしようかな、お店にお願いしようかなと思ったりしたんですけれども、そうこうしているうちにお店の方がピークになってしまって、予約をしないとタイヤ交換ができないという状態になってしまいましたので、自分で交換いたしました。作業の様子ありますんでご覧くださいませ。どうぞ。というわけで、何の変哲もないタイヤ交換だったんですけれども、作業の中でも出てたと思いますけれども、夏タイヤが東洋のオープンカントリーで165の6015、15インチですね。で、冬タイヤがブリザックの VRX2 で、これが165の6014ということで、夏タイヤが15インチで冬タイヤが14インチと、夏タイヤはちょっとブロックタイヤというね、ちょっとごついタイヤを履いておりますので、重さの方がですね、まあ標準のタイヤよりもちょっと重たくなっておりまして、1本だいたい約 14.4 キロ、体重計で測りました。 14.4 キロでございます。対して冬タイヤは外形はねほぼ一緒なんですが、11.2 キロということで、4本合計しますと夏タイヤより冬タイヤの方が13キロぐらい軽いということでございます。まあ見た目のインパクトは夏タイヤの方が当然良いんですが、燃費だとか乗りやすさの面で言ったら冬タイヤの方が断然ね、それは標準タイヤの方が乗りやすいに決まってる。
なんですけど、そのバランスを崩してまでかっこいい方を取るんであれば、やっぱり太いタイヤだとか大きいタイヤだとか、そういうのを履く方もいらっしゃると思います。好き好きだからね。この車リフトアップしてるんで、夏タイヤはちょっとごつめのものを履かせてて、冬タイヤは標準サイズに近いものを履かせるんですけれども、乗ってみての感想、めっちゃ楽、すごい静かだしね。オープンカントリーはね、音は少ないとはいえやっぱりマウンテンバイクみたいな音がするんですよ。ブロックがでかいんでね。で対して冬タイヤはね、もう音が出ないんで全然静かですね。タイヤが細くなった分だけハンドルも軽くなるし、重量も軽くなった分だけおそらく燃費も良くなるんだろうと思います。夏タイヤでキャンプの荷物積んで遠乗りで走ってだいたい平均10キロぐらい、リッター10キロぐらいなんですけれども、ここからねどのぐらい燃費が良くなるのかと思ってはいるんですけれども、冬は冬でね、リモコンスターターでエンジンかけたりとかして暖気運転がちょっと長いので、平均の燃費があんまり伸びないっていうね。タイヤは軽くて燃費は良さそうなんだけれども、その分だけ使用用途が違うので、やっぱり燃費はね、夏冬通してだいたい平均10キロぐらい。ターボ車なんでね、ターボ車でオートマなんで仕方ないということで、それよりも馬力があった方が、荷物を積んだ状態で、峠山坂越えたりとかするのも楽にね運転できるというところを取ったので、今回ターボモデルをねチョイスしたんですけれども、こっからねものすごい寒い冬が半年間続くかなと思うとちょっと気持ちが憂鬱ですけれども、今年はねぜひ圧雪の中のキャンプもねちょっとやってみたいなと、キャンプ車中泊やってみたいなと思いますので、その辺もね動画にできたらいいなと思っております。今年残り2ヶ月でね11、12で終わっちゃうんですけども、来年の2月残り4ヶ月切ってるんですけれども、この車初めての車検がございますので、それに向けてねまたちょっといろいろ整備をしたりとかっていうこともしようかなと思っております。長くなりましたが、このような感じで、車中泊アウトドアに、使うエブリイワゴンですね、をいじったり、アウトドア出かけてみたり車中泊してみたりという動画を更新しております。ご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録、高評価でね、チャンネル登録していただくときにベルマークを押していただくと、更新されたよっていうのがピロンとお知らせがいくらしいので、そのベルマークもチェックしていただきつつ、また次回の動画をお待ちいただければと思いますね。皆さんタイヤ交換はもうしましたか？あんまりギリギリでね粘ってるとすげえ寒い中作業しなきゃいけなくなっちゃって、腰やったりしますので、皆さんお気をつけくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。